皆さん、2025年新年明けましておめでともそうや。明けましておめでともそうや。ともそうやチャンネルです。明けましておめでともそうやチャンネル。もういいか。古くからこの動画をね知ってくれてる方はもうね今回の動画の趣旨をもう完全にね把握してもらってると思います。今年で、4回目になるんですかね。今回の動画の趣旨を発表したいと思います。2024年ともそうやチャンネルベスト5ファン投稿。2024年のともそうやチャンネルたくさんアップロードしました動画、その数なんと一般動画88回、ショート動画実はね166回です。1年前の目標、ショート動画バンバン出すっていう感じの目標だったんですよ。目標通り今回ね去年はショート動画ほんまにバンバン出しました。突っ走りましたということで、今回ね一般動画88回、ショート動画166回、毎度の通りファンそんなにいないんでファン投票ベスト5って言っても自分で選んでます。個人的にベスト5ね自分で選んじゃいました。ちょっと悲しいですね。で今回ね、なぜねちょっとだけ動画出すの遅れたかっていうと、毎度の通り、メキシコちょっとね滞在してて、毎度の通りねメキシコ結構ねイベントが多いんですよ。クリスマスから年越しで、年越しが終わったらちょっとねレゲエスマゴスかな、なんかまたプレゼント配ったりとか、お菓子ケーキ配ったりみたいな、お菓子配ったりとかいろいろあって、で年越しに関しては実はねメキシコの小さな村に滞在してたんですよ。メキシコシティから約2時間半ぐらいかなにプエブラっていう街があって、そこからまたかなり田舎の方に行くんで、メキシコシティから言ったら6時間ぐらいかなバスで。で結構小さな村に滞在してて、すごい電波とかも繋がらなくて、それでね動画出すの遅れました。そんな感じですね。でこの動画ちょっとねトップ5発表するんですけど、動画の最後の方に今年のね抱負というか目標とか今年の具体的な計画とかそういうのも合わせて発表したいと思います。ってことで早速ねランキング発表したいと思います。ではまずはねベスト5からベスト5。サーファーから大人気ニカラグアの穴場おすすめ都市サンファンデルスル。まずベスト5に関しては中米旅ニカラグアの動画になりますね。ニカラグアで結構ねレオンっていう街があったり、グラナダっていう街があったり、マナグアっていう街があったり、その最後に行った街サンファンデルスルっていう街があるんですよ。サンファンデルスルに関してはちょっとした穴場かな。人気すぎず別に人気じゃないわけでもない、サーファーから大人気の海沿いの街になるんですよ。中米僕もいろいろ旅したんですけど、メキシコ北米か、メキシコから入ってグアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグアと来て初めてのその海辺の街になるんですよ。何が良かったかというと、小さな田舎町、海辺の田舎町の雰囲気だけじゃなくて、ローカルグルメとか、人との触れ合いとか、絶景なんですよね。あとは海、そういうのを動画で伝えてます。同じような動画いくつかあるんですけど、ちょっとね他と何を差別化したかっていうと、ともそうやチャンネルでは珍しく結構ね豪華な飯を食べてるんですよね。シーフード結構珍しいんですけど、普段ね市場とかローカルフードばっかりなんですけど、ちょっと奮発してねちょっとシーフード食べてみようかなと思って結構豪華な料理食べてるんで、ちょっとね5位にさせていただきました。そんな感じですね。では次ベスト4。いや一つ一つね僕も動画のタイトルね覚えてないんですよ。たくさん動画出しましたからね。ベスト4、驚愕パナマシティ観光最中に危険スラム街に迷い込む。この動画はねパナマの首都パナマシティ観光の動画になります。普通にパナマシティの王道観光地とかも一応ね観光するんですよ。旧市街とかローカルというかちょっと綺麗な街とかも観光したりとか、ローカルグルメ食べたりとか、そんな感じの動画なんですけど、途中でスラム街に迷い込むんですよね。めちゃくちゃ怖かったんですよマジで。僕もね結構好奇心旺盛なんでいろんなとこ行ったりするんですけど、いろんな怖い思いとかもちょっとした怖い思い結構してきました。その中でも震えましたね。パナマ市のクルンドゥ地区ってとこがあるんですけど、
なんでその出来事が僕心にかなり残ってるんで、ちょっとね他の動画とは差別化して特別に4位にさせていただきました。かなり怖かったですよマジで。クルンドゥ地区の地元住民からも絶対入るな言われたんですよ。いや来るな出ていけって言われたけど、なぜか僕クルンドゥ地区に再度入ってしまうんですよね。そのことに関してはまた動画見てもらえたらと思います、概要欄に貼ってますんで。スラム街とかそういう怖い動画シリーズ大好きな方は結構僕ショート動画いっぱい上げてるんですよ。で結構なんかホンジュラスのなんか怖い系のショート動画とか1万回再生もちろん超えてますし、他もねニカラグアの怖い感じの動画とかいろいろねドミニカ共和国の怖い感じのショート動画とかいっぱい上げてるんで、そういうの好きな方はちょっとねそういうのね見てもらえたらと思います。ショート動画にアップしてるんでって感じで、じゃあ次ベスト3じゃかじゃん。超絶景、絵本のような美しさの湖、絶景を見に行く超過酷な旅、カザフスタンのアルマトイ。ここで中央アジア出てきました。今噛んだ？中央アジアね。中央アジア出てきました。実はね、ともさチャンネル、後半中米とかカリブ海メインになってるんですけど、前半の方は東南アジアとか中央アジアもガンガン旅してるんですよ。で、ここで出てきたのが中央アジア、カザフスタンの動画ですね。今回の動画に関しては、カザフスタンの第2の首都アルマトイっていう町があって、アルマトイのビックルマティレイクっていうめちゃめちゃ綺麗な湖があるんですよ。そこを見に行く。で、宿で出会った中国人と2人で歩いて見に行く。歩いて15、6キロぐらいなんで、結構過酷だったんですよね。結構過酷な2人の表情とか、道中どんな感じとか、到着した時の大自然とか、ほんまに旅みたいな感じになってるんで、僕はねこの動画ねおすすめします。中央アジアとか東南アジアの旅、結構他にもねおすすめしたい動画あったんですけど、この動画を選びました。次、ここでまたアジア出てきましたよ。ベスト2、絶景ローカル旅、モンゴル現地遊牧民と豪華伝統料理を食べながら大自然で大宴会、ホブド地元学ツアー最終回。モンゴルの動画になりますね。モンゴルめちゃくちゃおすすめです。モンゴル自体はなんかね僕めちゃくちゃ楽しいと思ったんですよ。大自然で料理に関しては好き嫌いかなりはっきり分かれると思うんですけど、かなり薄味です。でも僕はこの素材本来の味が大好きなんで、モンゴルの料理結構好きですね。ただ味気ないっちゃ味気ない、味は薄いんで。でちょっと面白かったのが、現地遊牧民のとこ行ってまさかの醤油みたいな調味料かけて食べる光景とかもあったし、そこ現地遊牧民で醤油かけるんとか思ったし、そういう発見もあって結構面白かったですね。ただモンゴルに関してはツアーをおすすめします。僕がおすすめするツアーの URL みたいなの一応概要欄貼っときますんで、別にこれ僕になんかマージン入るとかそういうわけではないですけど、一応貼っときます。ツアーとかを組まずにもう独自で旅するってやったら結構ハードルは高いかなと思いますね、モンゴル。そんな感じですね。で今回の動画に関してはホブド地元学ツアーっていうのがあるんですよ。西モンゴルの方にホブドっていうところがあって、そこのちょっとなんか忘れてきたな、ホブド大学の日本語観光学科、そこの卒業生らが主催してるツアーがあって、それに僕もちょっと混ぜてもらって、今回結構この動画撮って、結構なんか長編のシリーズものみたいな感じになってるんですよ。で今回は一応最終編を選ばせてもらったんですけど、最終編以外にもなんかいくつか動画出してるんですけど、どれにしようかなって悩んだんですけど、一番最終がいいかなと思って最終編を選びました。これはもうほんまにモンゴルの大自然とかローカルなことを感じられる動画なんで、かなりおすすめですね。あとはもう一つおすすめしたいんですけど、ショート動画で僕のモンゴルゲル生活っていうのをまた何作かシリーズ編でアップロードしてるんですよ。そちらもちょっとね見てもらえたらと思います。僕がモンゴルでゲルを借りて一人で生活してるっていうショート動画を上げてるんですよ。もうほんまにシンプルなんですけど、どんな感じの生活かっていうのをなかなか見られない光景だと思うんで、ちょっと面白いと思います。じゃあ栄えある1位、皆さん1位です。第1位予想してみてください。5秒上げます。5、4、3、2、1。ベスト1、超絶景グアナファトの観光地を徹底解説。おすすめスポットを1日で全て歩いて回ってみたメキシコ。いやー、メキシコ大好きですね。
いや本当に僕もね結構動画出したんで1位何にするかかなり迷ったんですけど、中米旅に切り替わってから僕もちょっとだけ変えた部分があって、動画を長くしてみてはどうかなって思ったんですよ。一発目動画ちょっとこれ長くしてみようかって思ったんが、この始めてもったんがちょっと日本語おかしいな。グアナフトの動画多分現在のトモスワチャンネルの動画史上一番最長だと思います。確認はしないですけど27分あります。結構最長でも対策になるんで、個人的に僕もね編集時間かかったし力も入れたんですよ。撮影する時もかなり力入れました。なぜかというとグアナファトってメキシコでも結構トップレベルで観光客からなんか人気の街になるんですよ。もちろんメキシコシティもそうですけど、オアハカとかメキシコシティ、グアダラハラとかユカタン半島の方とか人気なんですけど、グアナファトもう絶景が見れるんですよね。映画のリメンバー・ミーの世界とか夜景とかはもう宝箱をひっくり返したかのような世界とか、あとはね全国的にも有名な珍しいミイラ博物館とかがあったりとか、グアナファトのローカル料理も食べれるし、すごいおすすめな街で、結構他にもね動画バンバン上がってるんですよ。でライバルめちゃめちゃ多いなと思って、それだったらちょっとなんか本気で動画撮ってみようかなと思って、行く場所ちゃんとメモって1日っていう限定にして公共交通機関も使わずに歩いて回るっていう感じ、ちゃんといろんな場所を明確に説明してるんで結構分かりやすい動画だと思うんですよね。他の YouTuber も動画出してると思うんですけど、他の YouTuber の動画以上に僕結構いろんなとこ回ってるんで結構体力使って、グアナファトでも一番有名なピピラの丘っていうのがあるんですけど、ピピラの丘とかも皆さん多分治安が怖い怖いとか言うてる人とかもおって、結構ケーブルカー使う人多いと思うんですよ。でも僕2回登ったんですけど、2回登って降りて2回登って降りてしたんですけど、1回もケーブルカー使いませんでした。お昼の景色とか夕方の景色とか夜景も見たかったし全部見ましたね。で夜景ちょっと一人でね降りるのも怖かったんですけど、ちょっともう勇気を絞って一人で治安悪いグアナファトのこの丘の降りる景色っていうのかな、勇気出して撮影したりとかしてるんで、まあかなりねおすすめの動画になってますって感じですね。2024年トモソワチャンネルファン投票ベスト5以上になります。まあ、ファン投票言うても自分で選んだんやけどな。で他にも結構ね、まあ、タイ行ったりとかシンガポール行ったりとかウズベキスタン、タジキスタン、ね、キルギスタン行ったりとか、もうその辺キルギスタンとかタジキスタンとかも大自然の景色とか動画に収めてるんで、大自然好きな方に関してはかなりねおすすめの動画になっております。あとはカリブ海の動画、リパブリカ・ドミニカーナ、ドミニカ共和国とかプエルトリコとかジャマイカの動画とかもアップロードしてるんで、そちらの方もね見てもらえたらと思います。あとはねなんかもうほんまに余談というか、酔っ払ってね知らん女性に携帯あげてしまった話とかそういうのも YouTube の中で話してるんで、そちらの方もねなんかもうラジオ感覚で聞いてもらえたら面白いと思いますよ。そんなに視聴回数多くないのに自分の動画が面白いっていうのなんか変な感じですね。皆さんちょっと分かるかどうか分からないですけど、この気持ち。目標2025年の一応目標と具体的な方針なんですけど、2025年今現在まだね取りだめしてる動画があるんですよ。メキシコとかジャマイカとかで、それをまず動画ね全てアップロードしたい。2024年実はね結構カメラの容量、携帯の容量に結構悩まされてすんごい苦戦したんですよ。動画撮影とか動画編集とか、もうほんまにもういたちごっこっていうんですかね、で自転車操業みたいな感じで動画アップロードしては動画消して動画撮影してみたいな、もう容量がないんで、なんでまずはこの取りだめしてる動画をアップロードして終わる直前ぐらいにちょっとねできれば南米の方行きたいと思うんですよね。4月ぐらいから南米の方に旅できたらいいなって考えてるんですけど、4月5月6月7月ぐらいって多分南米でもあんまりよろしくない気候というか寒気になるんかな。寒かったり雨が多かったりとか、その辺僕も詳しくは説明できない、あんまり詳しくないんでわからないんですけど、まあねそんな感じで南米の旅行とかはちょっとね頭の中で計画してますね。でね2024年の目標がショート動画をバンバンアップロードしてちょっとどうなるかを試すっていう感じだったんですけど、一応コツコツはチャンネル登録者数伸びたんですよ。ただでもそのショート動画がやっぱり良かったのかな、まあ分からないんですけど、
個人的にもショート動画ってなんか撮影もしやすいし編集もしやすいんですよね。ショート動画を1本なんか1分の動画を編集するのにだいたい約1時間ぐらいなんです。1時間足らずぐらいなのかな今は。なんで楽なんですけど、ちょっとだけショート動画の回数を減らして一般動画の撮影を多くしたりとか、一般動画の撮影のクオリティを上げたりとか、そっちにちょっとね力を振り絞ろうかなと思います。あと南米はやっぱ結構いろんな人がね YouTuber が動画もアップロードバンバンしてるんですよ。で競争力が結構高いんでちょっとねそこのところ悩むところがあるんですけど、それ以上にクオリティ高い動画を僕が出すだけなんで、そこのところはね心配ないです。で僕もねちょっとずつスペイン語も覚えてきたんですよ。なんで僕のねちょっとね最終的な目標としては海外旅系 YouTuber でバッパ翔太さんわかりますか？あの人ほんますごいですよね。 NHK のクオリティほんま超えてますよね。なんで僕もねちょっとずつスペイン語の能力が向上してるんで、バッパ翔太さんみたいにとか旅オロジさんみたいな感じで結構ね村人になんかスペイン語でインタビューしてちゃんと日本語の字幕入れたりとか、ちょっとした交流とか結構なんかスペイン語を使って他の人よりなんかねクオリティが高いね動画をねアップロードできたらいいなって考えてるんですよ。そんな感じですね。動画ご視聴ありがとうございましたからの明けましておめでとうもそうや2025年明けましておめでとうもそうや。ではまた今年もよろしくお願いします。